これ最初のオープニングで出てくるですねラピュタです。下にプロペラがついてるんですね。でこれがオープニングなんですけども、これを見た時に僕ね、オープニング最初見た時ちょっとここでがっかりして、宮崎さんだからまたレトロメカでプロペラで飛んでる、これ最後に出てくるのかと思ったらですね、全然違うと、ここら辺のちょっと肩透かしのうまさがラピュタなんですけど、これやっぱ面白いのはやっぱり言い伝えで聞いてる人たちっていうのはプロペラで飛んでることぐらいしか思いつかないって意味なんですね。つまりラピュタの科学力っていうのはもっと進んでるんだけども、その時代に生きてる人は自分たちなりの解釈してるからプロペラを考えちゃう。同じようにムスカもラピュタの機能っていうのを、これ攻撃兵器だ、これがあれば支配してたに違いないというふうに発想しちゃうというのが面白さだと思います。でこのラピュタのイメージはブリュゲルのですね、バベルの塔です。アンコールワットの遺跡にその木が生えてるっていうのもイメージになってるそうなんですけども、なんでこのバベルの塔だというふうに言い切れるのかというとですね、宮崎さん自身が書いたイメージボードが残ってるからですね。これがですね実際に使われたイメージボードです。天空の城ラピュタの階層というのをこちら側に書いてまして、この階層は、てっぺんが神殿になってて、その下の第一層天帝、天皇陛下みたいなものです。天帝のいる階、第2層は騎士の階十二神将の塔、第3層エデンの園、第4層人民で下界っていうこういうふうな構造になってますね。こういうふうに大きい構造になって、で地上にまだラピュタが浮いてなかった頃にあった地面っていうのがついてます。つまりこれ地上にあったものを空中に浮かべたものなんですね。ムスカが語るこのラピュタがですね、科学力で世界を支配したっていうのは本当なんだろうかというふうに僕疑ってると言いました。僕が考えているのが前期ラピュタ文明ですね。もう今完全に忘れ去られて記録も残ってないやつは、神に会うために、つまりここに神殿って書いてますからバベルの塔の代わりなんですね。神に近づこうとして神に会うために空中に、城を浮かべたっていうのが目的です。そのために空に住んだところが、後期ラピュタ文明、神に会えないことが分かったので地上を支配するようになって、で恐怖で、これがムスカが知っている状態のラピュタです。だからラピュタっていうのは昔空の上に住んでいたおとぎの島なんかじゃない、それは実際は核の力、恐怖の力で世界を支配してたんだというような2つの時代を、混ぜていってるだけだというのが僕の考えなんですね。この神殿っていうのは本当に宗教かっていうと、ラピュタに住んでるのはラピュタ人としても、神殿っていうのは神様を迎える場所なんですよ。でその神に会うためにラピュタっていうのは空を飛んで、それでも届かないから神殿を作ったと。おそらくラピュタ人っていうのがいてですね、でそれは宇宙に住んでるようなやつなんだろうと。で彼らからテクノロジーは教わったんだけど中心理論っていうのは理解できない。なのでラピュタの中でも飛行石とか全く再現不可能なオーバーテクノロジーとロボットのように、ラピュタの教育があれば人間にもギリ理解可能な2つの文明っていうか科学が存在していたんですね。でこれがじゃあどうやって岡田敏夫よとそれはお前の妄想じゃないのかというふうに聞かれると思います。宮崎駿の、ここですね、書いて消してる部分です。ここが重要なんですよ。この部分拡大してみました天より荒人神降臨したまいし時、神の秘跡として宙に浮かび上がりた古き町、今世界を滑る生徒として空に君臨していると。2つの時代なんですね。一番前の天より荒人神降臨したまいし時というふうに書いてるんですね。空からその神様みたいなものが現実人物になったものがですね、降りてきて、でその時に証拠として街を浮かべてくれたと。でもその街は今世界を滑る生徒として空に君臨していると。これをですね書いたんだけども、映画の中で見せるのをやめたからキュッキュッキュッって消してるんですね。宮崎さんがよくある考えだけども映画の中でやるのをやめただけなんですね。なのでこのラピュタの中には二重文明というのが存在しているわけです。この宮崎駿のですね、考えだけども見せるのをやめたっていうのはですね、もう本当にねよくある話です。例えば、ジブリ汗まみれっていう鈴木敏夫さんがやってるラジオ番組の中で愚痴ってるんですけど、宮崎駿はパズーの視点しか描きたがらないと。パズーにとってどう見えただけ描くと。そうするとラピュタってどんな姿か実は描いてなかったそうなんですね。
ラピュタの前景書いてよと、雲の中に浮かんでるラピュタってあるじゃないですか。あれ宮崎駿は嫌だって言い張って、パズーはそれを見てないと。パズーは雷を抜けたらもう急にラピュタだから見てないって言った。もう鈴木敏夫と今度は高畑勲と二人がかりで、でもみんな見たいからって必死で説得して宮崎駿がいやいや書いてくれたのが雲に半分隠れたラピュタなんですよ。宮崎駿がですね、ラピュタの中で使わなかった設定として、空から降りてきた人がラピュタという文明を与えたと。しかしその人たちはもういなくなってしまったので、我々は、この世界を支配することにしたっていうのが文章として残っているわけですね。決して妄想というわけじゃないぞ。